こんにちは、バーバです。今日はこのくす玉の作り方をご紹介します。このように星の形が浮き出ているクリスマスの飾りなどにぴったりのとても素敵なくす玉です。では早速作っていきましょう。用意するのはまず 7.5 センチ四方の折り紙が30枚になります。あと他にこのように間に別の色を持ってきたい場合は 2.5 センチ四方の折り紙が30枚になります。この 2.5 センチ四方の折り紙はこの 7.5 センチ四方の折り紙の縦と横それぞれ3分の1に切ったサイズになります。このように間に別の色を持ってこない場合で1色で作る場合はこのように全面同じ色の仕上がりになってきます。今回は間に別の色を入れて作っていこうと思います。あと他に糊を用意しておいてください。そしてこのように星の中心にビーズの飾りをつける場合はお好みのこのようなビーズを用意してください。今回は直径 5mm のゴールドのビーズを使っていきます。そしてこのビーズを貼り付けるためのボンドを用意してください。ビーズをつけなくて仕上げても大丈夫です。ではまず 7.5 センチ四方の折り紙から折っていきたいと思います。まず白の面を上にして下の縁を上の縁に合わせるように横に半分に折ります。折り筋をつけたら開いて下の縁と上の縁がそれぞれ今つけた中心の折り筋に合うように折ります。右の縁を左の縁に合わせるように半分に折って折り筋をつけます。今折った部分を一度開いて次は右下の縁が中心の縦の折り筋に合うようにこのように折り上げます。左側は左上の縁が中心の折り筋に合うようにこのように逆向きに折り下げます。折り筋をしっかりつけたら今折った部分を開きます。裏返します。右の縁と左の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うようにこのように折ってしっかり折り筋をつけます。折り筋をつけたら今折った部分を開きます。そしてこちらの面でもさっきと同じように右下の縁と左上の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うようにこのように折ります。この角も同じように一緒に折っておいてください。左側も逆向きに折り下げてこの角も一緒に折っておきます。しっかり
折り筋をつけたら今折った部分を開きます。次はこの下の縁がこの斜めの折り筋に合うようにこのように折り上げて、そしてここに中心の縦の折り筋がここに入っていますが、下の縁のところからここの折り筋のところまで半分だけこのように折り筋をつけます。ここの折り筋から上の部分は折らないでおきます。この部分を折ったら開きます。今度は逆に下の縁がこちらの斜めの折り筋に合うようにこのように折り上げて、そしてここの角からここの折り筋のあるところまで、ここからここの部分を折り筋をしっかりつけておきます。ここから上の部分は折らないでおきます。そうすると今このような感じに三角形に折り筋が入っています。この折り筋が谷折り、そしてここの縦の折り筋も谷折りになるように一度折り筋通りにこのように折りたたんで一度しっかり折り癖をつけておきます。しっかり折り目がついたら軽く開いておきます。一度上下を逆さまにしてこちらも今と同じように折っていきます。まず下の縁が斜めの縁に合うように折り上げて半分だけ折り筋をつけて、反対側もこのように折り筋に合わせて半分だけ折り筋をつけて開いて、そして今つけたこの折り筋と縦の折り筋が谷折りになるように折りたたんでしっかり折り目をつけて開きます。このように折り筋がついたらこの折り目がない方のこちらの角、こちらの角から中心までの折り筋、こちらの角から中心までの折り筋を折り目通りにこのように折って、そうするとこのような形に仕上がります。これで一つのパーツが完成です。そして間にこのように別の色を入れる場合はここで 2.5 センチ四方の折り紙を用意して表を上にした状態で三角形にこのように半分に折って折り筋をつけます。このように谷折りの折り筋がついたパーツをさっき作ったパーツのこの中心に重ねていきます。ここに谷折りの中心の折り筋があるので、この谷折りとここの谷折りが位置が合うようにこのように重ねてこのように仕上げておきます。これで一つのパーツができたので
残り29枚の折り紙も同じように作っていきます。はい、このように全部で30個のパーツが完成しました。これからこの30個のパーツを組み合わせていきます。こちらが表になりますが、まず裏を見て組み合わせていきます。1つ目のパーツのこの右側に来た角を2つ目のパーツのここの隙間にこのように挟み込んでいきます。ちょうどこの縁と2つ目のパーツのここの折り目がぴったり揃うようにこのように差し込んで、そして角がしっかり先端まで挟み込めているように、そしてここのつなぎ目の角と角、この角と角がぴったり合うように挟み込んでください。表から見るとこのような感じにつながっています。そして挟み込んだままだと組み合わせている途中にぐらぐらとずれてきてしまうので、この挟み込む角に糊をつけながら組み合わせていきます。1つ目のパーツのこの右側の先端の角に糊をつけて、2つ目のパーツの裏の隙間にこのように挟み込んで、しっかり位置を揃えて貼り合わせます。そして次は2つ目のパーツのこの右側の角を3つ目のパーツの裏の隙間にさっきと同じようにこのように挟み込みます。同じように2つ目のパーツの角に糊をつけて、3つ目のパーツの裏の隙間に挟み込みます。角と角がぴったり揃っていることを確認して貼り合わせます。次は3つ目のパーツの右側の角を1つ目のパーツの隙間にさっきと同じようにこのように挟み込んでいきます。同じように糊をつけて3つ目のパーツの角を1つ目のパーツの隙間に挟み込んで、角と角がしっかり合うように揃えて貼り合わせます。今3つのパーツが組み合わさりましたが、三角錐の形にくぼみができています。表から見るとこのように組み合わさっています。ここがくす玉のこの角の部分になってきます。そしてこの三角錐の一つの角、この角を起点に5つの三角錐がつながる形に組み合わせていきます。今はここの角、印をつけておくと、ここの角を中心に5つの三角錐ができるようにつなげていこうと思います。
次は4つ目のパーツを用意して、まずこの印の脇のここの角を4つ目のパーツにこのように差し込んで、そしてもう一つ5個目のパーツを用意して、4つ目のパーツの角を5個目のパーツに差し込んで、そして5個目のパーツの角をこの中心にあるパーツの角に向けて差し込みます。そうするともう一つ三角錐が出来上がってきます。このように差し込んでいきますが、ここも同じように糊をつけて組み合わせていきます。この角を4つ目のパーツにきちんと位置を揃えて、そして4つ目のパーツの角に糊をつけたら、5つ目のパーツに差し込んで、5つ目のパーツの角を中心にあるパーツの隙間に差し込んで、しっかり差し込んで、これで2つ目の三角錐ができました。次は2つ目にできたこの三角錐のこの角に糊をつけて、そして次のパーツをつなげます。そしてつなげたパーツの角に糊をつけて、次のパーツをつなげて、そしてこのパーツの角に糊をつけたら、中心のパーツの角に向けてこのように差し込んで、これで3つ目のパーツが完成です。同じようにどんどんつなげていきます。次は3つ目のパーツの角からスタートして、2つのパーツをつなげて、そしてその2つ目のパーツの角を中心のパーツに組み合わせて三角錐にしていきます。今4つ目の三角錐までできたので、次は5つ目の三角錐を作っていきます。まず今までと同じように4つ目の三角錐の角に新しいパーツをつなげて、最後はこのように1つだけつなげて、そしてまず1つ目の三角錐の脇に残っているこの角が
5つ目の三角錐のここの隙間に角を入れていきます。そして最後につなげたパーツの角を1つ目の三角錐のここの裏に差し込んでいきます。今までと同じようにやっぱりのり付けして1つ目のパーツを最後の三角錐のこの裏に差し込んで、ちょっと角が密集してきて差し込みにくい場合は竹串など使って隙間を空けながら差し込んでいってください。そして最後のパーツの角にのり付けして、こちらは1つ目のパーツのこの裏に差し込んでいきます。そうするとここを中心として1、2、3、4、5個の三角錐ができてきました。表を出すとこのように星の形が浮き上がってできてきています。同じように残りのパーツも組み合わせていきます。次は今角が5つできていますが、このそれぞれの角、このそれぞれの角を中心に今度は5つの三角錐を作っていく感じです。今ここの角を中心とした三角錐が2つ出来上がってきているので、あと残り3つの三角錐を作っていく感じです。さっきと同じようにまずここのパーツの角に一度のりをつけて、新しいパーツを挟み込んで、そしてもう一つ新しいパーツをつなげて、そしてこのパーツの角を中心の角のパーツに差し込んでいきます。この部分に差し込みます。そして今作った三角錐の角にのり付けして、同じように4つ目の三角錐をつなげていきます。
最後に挟み込むのはここです。はい、今4つ三角錐ができたので、次は最後の5つ目の三角錐を作るので、最後は1つだけパーツをつなげて、まず最初のパーツの三角形を最後のパーツのここの部分に差し込んでつなげます。そして最後につなげたパーツのこの角を1つ目の三角錐のここの隙間につなげます。これでこの角を中心にして5つの三角錐ができました。次はここの角を中心に5つの三角錐を作ります。今すでに1個2個3個の三角錐ができているので、4つ目の三角錐から作ります。4つ目の三角錐はまず2つ新しいパーツをつなげて作っていきます。そして今度は5つ目の三角錐になるので、次は1つだけ新しいパーツをつなげて、そして1つ目のパーツが最後のパーツのここの隙間に入って、そして最後のパーツの角が1つ目の三角錐のここの隙間に入ります。これでこの角を中心とした5つの三角錐ができました。次は
ここを中心とした5つの三角錐を作ります。今やっぱり3つ三角錐ができているので、4つ目の三角錐からです。最後5つ目の三角錐は1つだけ新しいパーツをつなげます。そして1つ目のパーツの角を挟み込むようにしてつなげます。次はここの角を中心として5つの三角錐です。だんだん丸い形ができてくるにつれてパーツが密集してきて組み合わせるのがちょっと窮屈になってくるのですが、しっかり慌てなくていいので、しっかり丁寧に組み合わせていってください。のり付けした時にしっかりそれぞれのパーツがその都度貼り合わさっているとずれずにきれいに仕上げていけます。最後はここの角を中心とした5つ目の三角錐です。
そして次はここの角を中心とした5つの三角錐ですが、最後は今の時点で4つすでに三角錐が出来上がっているので、5つ目の三角錐を作っていくので、最後は1つだけ新しいパーツをつなげていきます。はい。表を見るとだんだん丸い形が見えてきました。今の時点で5つのパーツが余っています。この5つのパーツをこの一番上のパーツのそれぞれの角、今5つ角がありますが、この角にはめ込んでいきます。はめ込む角はこの角、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 今印をつけた角にパーツを差し込みます。まず印をつけた角にのり付けしていきます。そしてこのように角を新しいパーツにはめ込んで、そしてこの今つなげたパーツのこちらの角がこのように内側に入って、このように星の形ができていきます。そして今内側に入れたこの角はどこに挟み込んでいくかというと、ここの隙間になってきます。ちょうどこの部分の裏側の隙間です。ここちょっと後ろの隠れたところで見にくいんですが、ここにこの角をのりをつけてから挟み込んでいきます。裏側なのでだいぶ挟みにくい感じにはなってきますが、このような感じに焦らなくていいのでゆっくりつなげていってください。次はここの角にのりをつけて同じように新しいパーツをはめ込んでいきます。
そしてさっきと同じようにここの角を今度は裏のここの隙間に挟み込んでいきます。残り3箇所の角も今までと同じようにパーツをつなげていきます。これで30個全部のパーツが今つながりました。最後に飛び出ているこの5つの角をつなげてくす玉を丸く閉じていきます。次はこの一番上に飛び出ている角が隣のパーツの裏のここの隙間に挟み込んでいく感じになります。このような感じに差し込んでつなげていきます。最後はくす玉を丸く閉じていくのでだいぶ重ねづらくなってくるのですが、できるだけ
最後までこのようにパーツとパーツを挟み込むようにつなげて、もうこれ以上挟み込むのがきついなとなった時点で、最後にボンドで貼り付けていこうと思います。まずは一番先端の角に糊をつけて、そして隣のパーツの裏側のここの隙間に挟み込みます。同じようにつなげていきます。はい、今ここまでパーツをつなげて、今度最後一つの角になります。この角はこの隣のパーツの裏の隙間に挟み込む感じになりますが、うまく挟み込めれば挟み込んで、もし無理な場合はそのまま中に押し込んでおくだけでも大丈夫です。今回はちょっともう入りづらいかな。だんだん今までつなげてきた部分も崩れてきてしまったので、今回は最後のパーツはもうこのまま中にこのように入れ込むだけにして、そうすると最後のこの星の形ができてきました。最後のこの部分だけはどうしても閉じるのが難しくなってくるので、このようにうまく中心が寄らない場合は、最後ボンドでこの中心部分を貼り合わせておこうと思います。ボンドを用意して、きれいな星の形になるように、このように手でしっかり寄せて、そして中心をボンドで貼り付けて、これで最後の形を押さえておこうと思います。すぐに離すと開いてしまうので、しばらくボンドが乾いて形が落ち着くまでこのように押さえておいてください。はい、このようにボンドが乾いてしっかり最後の星の形が仕上がりました。これで星のくす玉の完成です。今回はクリスマスの飾りとして星の中心にこのようにゴールドのビーズを貼っていこうと思います。星は全部で12個あるので、ビーズは12個用意してください。
星の中心に少しボンドを置いて、そしてお好みのビーズなどをこのように貼り付けていきます。はい、このようにビーズが貼り付きました。このように飾りがつくだけでとっても豪華な見栄えのくす玉になります。今回はクリスマス用の飾りとして作ったので、赤と緑の折り紙を使いましたが、赤や緑にこだわらず、ぜひ自由な色で作ってみてください。7.5 センチ四方の折り紙で作ると、このような直径が8センチぐらいの小ぶりで可愛らしいくす玉になります。そしてもし直径が15センチ四方の通常の折り紙で同じようにこのくす玉を作ると、このようなとても大きなくす玉が仕上がります。直径が16センチぐらいの大きさです。飾る場所によってはこの大きいサイズのくす玉もいいと思います。折り紙を全部で30枚使うので、作るのにちょっと時間がかかったり、最初はこのパーツとパーツをつなげるつなぎ方も難しいと思うかもしれませんが、時間がある時などにぜひゆっくり作ってみてください。仕上がるととても素敵で見栄えのするくす玉です。クリスマスの飾りにぜひ作ってみてください。